お疲れ様でしたっていう様子が出ておりますよ。はい、新しい時代が始まりますね。よかったですね。これ好転していくってがあるんですよ。で、そのタイミングは何かっていうと、受け取るタイミングです。皆さんこんにちは。カードリーダーでヒーラーのレコライトです。ご視聴ありがとうございます。いつも高評価、コメントありがとうございます。はじめましての方、見つけてくださってありがとうございます。ピンときたらチャンネル登録をしてつながっておいてください。今回も楽しんでくれる皆さんに向けてお届けします。ただカードリーディングっていうのは万能ではないんですね。全人類には当てはまらないです。受け取る人によって理解も変わってきます。当然ながらこれは他の全ての動画に当てはまります。でもね、今ここを見てくださってるっていうことはなんか気になってる、引き寄せられてるっていうことじゃないかなと思います。あなた様にとっての大事なメッセージがこの動画にあるかもしれません。お見逃しのないようにキャッチしてください。はい、それではヤギ座の皆さん行ってみましょう。はい、このように出ました。それでは開けていきましょう。はい、プレイステスが来てますね。カップのクイーン。はい、ワンドエースの。はい。それからワンドのクイーン。そしてカップのページ。いい感じの流れができてますね。そしてこちらペンタクルス4ですね。ソードないと逆位置か。はい。ソード2。はい、このカードと、こちらソードが結構多いですね。はい。そして、こちらです。はい、いいですね。このように出ました。それではリーディングしていきましょう。はい、ヤギ座の皆さんですね。本当に素敵なカードが出てますね。流れが何と言ってもすごくいいです。それからこの天体の様子をすごい反映してるなって今回思いました。っていうのは、天体のイベント、ヤギ座さんにとって結構大きなイベントがあるんですね。11月というのは。11月20日に長いことヤギ座に滞在していた冥王星が抜けていくんですよ。最近はここ何年かは、逆行したり、それから戻ったりっていう、行ったり来たりを繰り返していたので、ヤギ座の皆さん結構揺さぶられるようなことが多かったんじゃないかなと思います。そして本当にこの11月抜けていくんですね。お疲れ様でしたです。お疲れ様でしたっていう様子が出ておりますよ。はい、新しい時代が始まりますね。今までのことを糧にして新しい素晴らしい時代が始まる。それが出ております。はい、それから今回使っていくカード。ユニバーサルウェイトタロットデッキです。これは前回から引き続き使ってますが、もしご興味がございましたら概要欄にリンクを貼ってますので、よかったらご覧になってみてください。はい、そしたらリーディングを続けていきますが、はい、そうですね、冥王星が抜けていく話をしたんですが、本当にそんな感じが出てるですが、ただね、冥王星ってすごい長い期間一つの星に滞在するんですよ。ですから動いたからといってすぐにね即効性があるわけじゃない。即効性というのは体感としてすぐ変わったというふうに感じられるもんじゃないですよね。私はそのように経験的に思います。はい、長いことを滞在している星は動いてすぐに何かが変わるっていうような感じを受けることが割と少ないんですね。で、逆に月なんかは地球から見て
こう動きが早いですよね。なんで割と私はその天体の予想を採用するときに新月満月そのあたり月の動きっていうのをですね採用してます。それは体感しやすいんですね、人が。はい、で冥王星が、ちょっと動いたからといって体感は少し後になったりとかねするんですよ。それをねお話ししたいと思いました。はい、では行きましょう。でもね本当に抜けた感出てますよ。抜けた感。お疲れ様でしたって言いましたけど、本当にお疲れ様って言いたいですね、何度も。はい、それで静けさが戻ってくる、穏やかさが取り戻せる、そのようにねまずお伝えしたいと思います。で現状がこのカードです。ハイプレステス、女教皇の聖地。はい、これいいですね。なんか粛々と淡々と毎日を生きていらっしゃる。そしてそれがすごくレベルが高い感じ。なんて言ったらいいかな。精神性の高さみたいなことも今回感じます。はい。これは、取り戻す感覚がありますね。今言いましたようにね、ちょっとこの何年かバタバタしてたとかいろんなことがあったっていう方が多いんじゃないかなと思うのですが、取り戻してる感じ、自分のペースだったりとか毎日を取り戻してる、そんな様子が出てますよ。でこのハイプレステスっていうのは規則正しい生活だったりとかですね、目の前のことをきちんとやっている、そのきちんとした人のカードなんですね。だからそういった状況が、作れてるんじゃないかなと思います。現状11月、目の前のことをですね粛々とやってる、穏やかに過ごしている、そんなところが出てますよ。はい、取り戻してる感じが今回はやっぱり強いなと思います。そして一つ前、これは過去にあたります。過去、現状、この先の未来という形でこういう感じで時間が進んでますが、ワンドのクイーン、まさしくね、これはあなたが主役みたいなカードですね。それからリーダー的な役割を担っていたりとか、大変魅力的でパワフルなカードでございます。だからこのパワフルな日々を送られていた方が、ちょっと落ち着く、そのように今回はお伝えしたいと思います。本当にこの星の移動って感じがしますね。はい、落ち着き取り戻すとか、穏やかなものを手に入れるとか、そんな流れを感じます。バタバタしてるとか大変なことが終わりになったっていうことも言ったんですが、もう一つ今から見るとその日々は本当に生き生きとして一生懸命で頑張ったんじゃないかなっていうふうに感じました。なんでしょうね、なんかこの冥王星の感じすごく出てるので、そのお話、それに沿ったお話になってしまうんですが、すごく頑張ってきた。そして、現状少し落ち着いた様子、それが出ております。でこの先近い未来にまた始まるんですね。カップのページ。はい、これはとっても素敵な軽やかなカードです。初心者のカードだから、また何かね違うものとして素晴らしい時代が始まっていくんじゃないかなと思います。ヤギ座の皆さんにとって。カップのページ正位置、これはワクワクドキドキとか本当に初心者のカードなので、何か新しいもの、それを感じ取ってそこを生きていく、新しいものを受け取って喜んでる様子っていうのが出ておりますよ。はい、とてもいい流れかなと思います。結構変わっていくのでね、このカードが教えてくれてるのがカップのクイーン。割とこの感情に波が出てきやすい時もある。落ち着いてはいるんだけど感情の波が出てくる時もある。だけどそれに負けないでねっていうことです。流れものすごい大きいですからね。一時的な周りに振り回されてしまうとか、感情が何かに揺さぶられるっていうこと、そこに対してあんまり深刻にならないというか、そういった姿勢が大事だと思います。そういうこともあるよねっていうふうに伝えてくれてます。気持ちがちょっと揺れやすい、それは感受性の豊かさの裏返しというカードでございます。いろんなことをね、昔のことを考えちゃったりとか、そういうこともあるかもだけどもそういう時もあるよねっていうことで受け止めていくといいと思います。流れがねものすごく強くて大きいので、
ただただ自分を受け止めてあげる、そういった姿勢がいいんじゃないかなと思います。はい、そしてね、これが潜在意識です。見えてるとこですね、ご自分が意識しているところ、ワンドの S の逆位置、これも分かりやすいですね。はい、これは、ですね、今までものすごくいろいろあった、忙しかった、勢いがあったとしたら、ちょっとその勢いが落ち着いてるというふうにやっぱり感じると思います。体感で感じると思います。ゆっくりペースになってるなというふうに感じるかも。それは今までが盛り上がりすぎていたというふうにも言えると思います。はい、少し変わってきたなって感じ取るんじゃないかなと思います。で、一方こちらが潜在意識。自分の意識してない意識ですね。見えてないところの意識。はい、カップの4の逆位置。これ逆位置の方がいいカードですね。良かったですね。これは、また新しいことが始まる感じですね。今まで受け取れていなかったものが受け取れている。そのような潜在意識。なんか認められなかったこと、受け取れなかったこと、それが受け取れている状態のあなた様がいらっしゃる。それからもう始まってるんですよね。充電完了。今までの時代で得たもの、今まででね、人生で得たもの、それを大事にして、また新しく始まっていくんだなっていうことをね、ご自身の中でもう分かってるって出てますよ。動き出す。これから動き出すカードです。言ってみればもう準備できてる。準備完了。充電完了。そんなカードが出てますね。はい。全体的にとても落ち着いてますね。落ち着いてる感じがします。今までいろいろやっぱりあったんじゃないかなと思います。だから今までと比較して今月はなかなかね、落ち着いた穏やかな感じ。そういったものを受け取る方が多いと思います。でもそれは次の準備でもあるんですよね。また新しく始まっていく素敵なもの、それがあると思います。そこに対しての準備をね、ご自分の中でもうしてるって伝えてくれてますよ。そしてこちら行きましょう。今月11月のあなた様自身、それから立場とかそんなところを表します。ペンタクルス4、聖地です。これは必要なものが全部手に入っているカードですね。で、それしっかり握ってるカード。はい。もしかしたらまだあんまり変わりたくないっていう気持ちもあるのかもしれないですね。あなた様の奥底ではもう新しい時代が始まっている。自分にとっても新しい人生が始まってるっていうことを受け取ってるんですね。言いましたよね。だけど、現実としてはまだまだちょっと変わりきれないというところがあるかも。だけど、それ逆を返して言うと、素晴らしいものがあるからですよね。今まで、されてきた経験だったりとか、得たもの、それは物質的なもの、これは物質的なものを表すカードですが、それだけじゃなくて、価値がある経験とか、いろんな素敵なものを、ヤギ座の皆さんはもう手に入れてるんですよね。で、それをずっと持っていたいな、というところが出てます。だけど、一方ね、やはり変わっていかなきゃいけない。手にね、持ってるとしたら、それを流していかなきゃいけないということも分かっていらっしゃるんじゃないかなと思います。で、今回は大きく自分自身が動いていく、行動していくというよりかは、この祭りの後、まさしく祭りの後って感じですね。今までの時代、今までの人生を振り返ったり見つめたり、そこで得たものを握りしめて大事にしている、落ち着いている、そんな様子が見えております。祭りの後って表現が本当にこのカードと合ってますね。冥王星が出ていった感じも本当にそうでございます。今までいろんなことがおそらくあったんじゃないかなっていうのがお見受けできる感じなんですが、そこからまた新しく始まっていくっていうところももちろんですね、ヤギ座の皆さんは分かっていて、準備も始めてるし、で、この先の未来にもね、こんな素敵なワクワクドキドキが待ってるというところが出てますので、ちょうどその中間というか、今までを受け止めて、そしてこの先見てるというようなところが今月なんじゃないかなと思われます。はい。で、こちらご自分自身としたら、一方こっちが周りの人、周りの環境ですね。環境っていう感じですね。ソードのナイト、逆位置です。
これもちょっとここと似ていて、スピードが落ちている状態とか、今までものすごい忙しかったとか、わちゃわちゃしていたとか、いろいろ変わっていたというところがあったら、ちょっと一息です。はい。そんなに動かないカードです。で、こっちも動かないですからね。やっぱりほっとできるとか落ち着くっていう体感がある方が多いと思います。それからね、もう一つ言うと、方向転換っていう意味もあるんですね。なので、周りの状況が、動かないとは言ったんですが、逆にガラッと変わってしまうっていう方もいるかも。ちょっと両方の意味で今回は取りたいと思います。そして順番に行きますと、こちらですね。今月11月のあなた様の希望、願望、心配、思いですよね。それを表してくれています。ソードに逆位置でございます。はい。お伝えしたように変わっていくっていうことを体感されるし、それからあなたの本当のところで、潜在意識の部分でもう分かってるんですよね。新しく始まっていくってことが。だからかもしれないですが、この先ね、不安定だったらどうしようっていうところが出てますね。このカードはこれで安定してるんですが、逆なので、今までね、うまくいっていたこととか、維持していたこと、それが変わってしまったら、なくなってしまったらどうしようという、ちょっと不安定に対しての不安、それが出ております。変化していく時っていうのはつきものですけれどもね、今までと変わってしまう、それが不安定な方向に行っちゃったら嫌だなという思いでしょうか。そんなところが出ております。それから同時にですね、あんまり現実見たくないっていうカードでもあるんですね。あんまり直視したくないっていうのもあるのかも。ちょっとなぜかわかりませんが、やっぱり変化していく時だからいろいろ未知数ですね、未知のものがあるということで、現実をちょっと見ないでおきたいなという気持ちも出てくるかも。はい、そしてこちら最終結果ですが、これもね、目隠しされてるんですよ。そうそう、目隠し、これも目隠しですね。タロットカード目隠しされてるカードってそんなないんですけど、2枚出てますね。はい、これは同じくソードです。一緒に出てる、こちらもソードですね。ソード3逆位置、これ逆位置で良かったですね。逆位置の方がいいカードです。現実がまだ見えてない。これから見えてくる。そのように今回お伝えしますね。そしてこのカードから感じることですが、やはり今までここのところですね、冥王星がヤギ座にいる期間、十何年ですよね。2008年からヤギ座に入っておりました。で、冥王星って本当に命そのものとかですね、生きるとかね、その逆とかね、そういったことを表すんですよ。だから命に対しての価値観が大きく変わったとか、命に対して何かね、出来事があった、大きな出来事があったという方が多いんじゃないかなと思います。で、それを糧にしてこれからやっていくって出てますよ。はい。で、それ分かってるけれども、まだね、本格的にそこを受け止めてない感じがあります。ちょっとよく見えてない。はい。そのように出てます。命って感じですね。命に対しての学びがあった方が多いんじゃないかなと思います。で、まだそこを受け止めきれてない方もいるかもですが、この後、それを糧にして、そのこと、その経験、その学びを糧にしてやっていくっていう方が多いのかもしれないです。それから、ちょっと見えていないかもということでね、お伝えしましたが、やはり現実を把握して、自分の中で整理するっていうことも必要になってくるかもしれないですね。そのように伝えてくれてます。ちょっとまだ見えていないところがある。だけど言いましたように、今までのご経験、命とかですね。それから、これは自分が傷ついたこととか、痛かったこと、それを表すカードなんですが、その経験、あるいはトラウマ、そのこと、それをひっくり返して自分の糧にしていくっていう、とても強さのあるカードですね。またそのこと、そういった経験を、そこに一旦区切りをつけるという方も多いかもしれないです。どちらにしても、そのね、ちょっと痛いよっていう経験、それを持って、また歩き始める。
そのように伝えたいと思います。その準備ですね。それからもう一つ、ヤギ座の皆さんのその今までのね、皆様の、辛かったこととか痛かったこと、それが今後、そのことがあなたの力になってくれますよ。はい、あなたを連れ出してくれる。連れ出してくれる。今大変という方がおられたら、その経験があなたを助けてくれる。そのようにもね、お伝えしたいと思います。はい、そしてこちら行きましょう。これが今月の対策で出しました。対策とか、こうしていったらもっといいよっていうところですね。ラッキーアクションとか、そんなところで読みたいと思います。これカップの5逆位置。これ逆位置の方がいいんですよ。よかったですね。これ好転していくってがあるんですよ。好転していく。はい、これもなんか変わっていく感じがすごくありますね。はい。で、このカードの世界観は、カップが5個あって、3つ倒れてしまってます。で、ここに対してこう嘆いてるんですね。この人亡くなっちゃった。倒れちゃった。だけど、安心してください。この後ろに2つ残ってるじゃないですかっていうカードなんですね。で、それ気がついてないんですよ。正位置だと。だけど逆位置で今回出ました。逆位置っていうのは、ここにまだ残っているものに気がつけるってカードなんですね。そして言いましたように、好転していくカードです。だから、今月、今あるもの、失ったものじゃなくてあるもの、ないものじゃなくてあるものですね。そこに目を向けていくっていうことがラッキーアクションになります。そして余裕ができる。落ち込みから浮上するっていうカードですよ。はい。自分の心に余裕ができるように調整するだとか、それは今あるもの、今ある大切なもの、今ある貴重なもの、そこに目を向けていくっていうことにもなるかなと思います。気持ちが前向きになるカードですね。それからいろいろやってみるっていうことが今月のラッキーアクションです。いろいろやってみる。少しね、あんまり動きたくないなとか変わりたくないなっていう感じも見え隠れするんですが、あえていろいろやってみるっていうことがラッキーアクションでございます。それから本当に好転のカードでございますので、これからこの先もっとさらに好転していくっていうところに意識をフォーカスしていく。それもいいと思います。今ある素敵なこともいっぱいあるんですね。何かがなくなっちゃったっていう経験をされたとしても、あるものもあるし、それからなんかダメだったということがあったとしても大丈夫なこともあるはずなんですね。そこに目を向けていきましょうと、このカードがね、伝えてくれています。はい、タロットカードはですね、以上になりますが、次、オラクルカードを出していきます。こちらを使っていきます。お仕事活動面と愛情面、それから最後にラストメッセージをね、引いていきたいと思います。そして今回もコメント欄にアファメーションお待ちしてます。アファメーションっていうのは自分でポジティブな宣言をしてしまうアクションでございます。例えば、今月は最高の1ヶ月でしたとか、今月両思いになりましたとかですね。自分でも宣言をしてしまうんですね。それでその現実を自分で引き寄せるという仕組みでございます。よかったら書いてみてください。では次、オラクルカードを出していきましょう。はい、それでは出していきましょう。はい、このように出ました。はい、フラワーセラピーオラクルカードです。こちらは。では、お仕事、活動面、開けていきましょう。はい。このカードですね。Open your arms to receiving。受け取りましょうってカードですね。受け取りましょう。はい、後でじっくり読んでいきます。
それからこちら愛情面です。はい。ワイズソウル。なるほど。先ほどのタロットリーディングのカードとすごく被ってきますね。Simply Free Your Life。なるほど。そして、今月のラストメッセージは一番最後に引きたいと思います。では、カードの意味と降りてきた直感で読んでいきましょう。はい、それではリーディングしていきましょう。お仕事、活動面ということで出しました。活動っていうのは、お仕事じゃないけどやってらっしゃる、趣味とかライフワークとか何でしょうか、なんか勉強していらっしゃることとか、それから最近、年代の若い方がですね結構見てくださるようになってとても嬉しいのですが、そしたら学業とか部活とかそういうことに当てはまる方もいるかもしれないですね。はい、このカード、これはユーカリのお花です。ユーカリで、11月っていうのは街がクリスマスになりますよね。で、クリスマスの、例えばリースとかですね、何かクリスマスのもの、装飾品っていうのが、このユーカリが使われていることが結構あるんですよね。なんで季節にすごく合ってるなと思いました。はい。マッチしてきてる感じがありますね。タイミングが来てる感じがあります。で、そのタイミングは何かっていうと、受け取るタイミングです。受け取るタイミング。そしてこのカードは、助けを受け入れましょうというカードでもあります。はい。一人で全部やっちゃってるという感じの方もいるのかもしれないですね。で、まだあなたには受け取れるものがあるよっていうことを教えてくれてますよ。様々です、受け取れるものは。言いましたように、誰かからの助けっていう場合もあるでしょうし、それから今回ですね、お金っぽいっていうか、給付金とかいろいろあるじゃないですか。そういうのって自分で申請しないともらえなかったりするんですよね。ちょっとそのあたりと重なりました。何かもらい忘れてるものがあるかも。それが一つです。それから、自分でやるのが当たり前だと思っていて、自分一人で頑張るのが当たり前だと思っていて、人の力を借りようとしなかったり、そういう方もいるかもしれないですね。でもタイミングとして自分だけでやるっていうよりかは、周りにやってもらう、助けを受けるだとか、それから、自分以外の力、それを受け取る時が来てるって伝えてくれてますよ。そうするとすごくここから広がっていくと思います。もしね、行き詰まり感を感じているとしたら、自分だけでなく何か外側からの何かを受け取れるんですよね。そこから広がっていきますと伝えてくれてます。何か参考にしてくだされば嬉しいです。忘れてることがあるかも。あなたはもっともっと受け取れるってカードが伝えてくれています。はい。そして愛情面ですが、後でね、この共通メッセージとしてこちらもう一回見ますので、まずは愛情面からいきましょう。愛情面2枚ですね。これとっても精神性の高いカードなんですね。ツツジですが、アザリア、ワイズソウル、賢い魂っていう風に書いてますね。ワイズソウル。私はこれを見るとですね、先ほど出ましたこのカードを思い出すんですよ。だから揃ったなって思いました。今回。はい。精神性の非常に高いカードでございます。両方とも。だからスピリチュアル能力とか、それから勘が良くなってる方が多いかも。そしてこのカードのね、意味合いとしては、魂にいろいろ経験を積んでいるというカードなんですね。だから前世かもしれないし、今世かもしれないし、ご覧のヤギ座の皆さんは様々な貴重な経験を積んでいらっしゃる方が多いと思うんですよ。で、それがいよいよ花開くという感じですよ。ですからあなたのそういった良さ、魅力、それが相手に伝わりやすいのかもしれないですね。はい。徳を積んでいるとかですね、いろんな経験を積んでいることによってそれが魅力になっているというカードです。それを精神性の高さっていう風な言い方をしたりしますけどね、そこが魅力になってきてますって伝えてくれてますよ。そして一緒に
出ているカードがこちらです。シンプリフリー Your Life。シンプルにしましょうです。ちょっと複雑になっていることがあったとしたら、シンプルに考えていく、シンプルにしていく。それがメッセージとして来ています。愛情面なので様々なパターンでご覧をくださっていると思います。お相手がいらっしゃる方、それからこれからっていう方、そしてご家族愛でご覧くださっている方もいると思います。で、今月のヤギ座の皆さんはですね、本当に信頼される時だと思います。信頼。そして愛するお相手に対してあなた様のこのね、知識、蓄えてきた知識とか経験とか、それを発揮してアドバイスをしたりとか、それからいい方向に導いたりとかね、そんな感覚で受け取りますよ。何か受け取ってくださったらなと思います。生きてくる時ですね、今までやってこられた方が、先ほどタロットカードのリーディングでもそのように伝えたと思います。今までやってこられたことが生きてくる。それが魅力になってくる。そのようにお伝えをしたいと思います。それから、シンプルでいきましょう。自分のままでいきましょうっていうことですね。余計なものを、飾りっ気ない感じのカードなんですね。飾りっ気ない。飾らなくていい感じです。自分のままでいい。自分のままでいい。あなたは十分そのまんまでいいよっていうことを伝えてくれてます。飾らないでいい。それが今月の愛情面のメッセージであります。あなたのそのままの魅力が伝わるときですね。いい形で伝わるとき。それでは共通メッセージ見てみましょう。お仕事、愛情、共通メッセージ。この裏でね、見ています。はい、起きた。ニューアイデア。新しい考えでしょうか。新しさのある、これ浄化のカードでもあるんですね。クラブアップル。新しさがありますね。新しく始まるものがある。先ほどそれもお伝えしましたね。新しいものが始まる。この先の未来というところで新しいもの始まるよっていうカードが出てましたので、ちょっと重なってくるかもしれません。はい。なんか新鮮なものが入ってきそうですね。お仕事でも愛情でも新鮮な何かが入ってくる。そんなエネルギーがございますね。それから浄化だな。やっぱり、あまり引きずりたくない時なんですよね。変わっていく時ですから、時代も変わるし、様々なことが変わっていく時なので、今まで積み重ねたことをですね、生かしていくという姿勢はとってもいいんですが、そうじゃなくて、必要のないものは浄化していく、手放していくっていうことが大事だよって伝えてくれてます。そうすると、新しい時代を生きていかれるヤギ座の皆さんが、さらに良くなっていくんですよね。なんか、いらないものは手放しましょうってシンプルにお伝えしたいと思います。ここもね、シンプルになりましょうというところでしたが、はい。もういらない考えとか、今まではね、それで良かったけど、今から、そしてこれからはもう関係ない、これからは必要じゃないと思うものは手放していきましょうと、このカードがね、伝えてくれてます。ですから、浄化アクションいいかもしれないですね。塩風呂に入るとか。リフレッシュしたいですね。ご自分自身を。そうすると、運も向上していきます。お疲れ様でしたってさっき言いましたけど、本当にそんな感じです。塩風呂にゆっくり入ってほしいなっていう感じがいたします。はい。それではね、最後、行きましょう。今月のラストメッセージ。11月のヤギ座の皆さんです。パワーストーンのカードでね、出していきましょう。すぐ出ましたね。すぐ飛んで出ました。はい。それでは上げていきます。オープン。はーい。ロードクロサイト。ご自愛のカードですね。Remember your worth。自分の価値を思い出すってカードですよ。はい。自分の価値を思い出す。はい。で、ここから感じることですけど、
私よく言っちゃうんですけど、ご自分に優しくしましょうっていうのが今回一番初めに来ます。自分に優しく。はい。それから自分の価値、それを思い出してねって伝えてくれてます。はい。変わっていくと言いましたが、変わっていくこともあるし、それから変わらないでずっと大事に持っていたいものっていうのもあると思うんですね。そういったことも含めて、自分の、なんでしょうね、ご自分の魅力とか才能とか、それも含めてでございます。はい。自分の価値を大事にする。自分の価値を思い出して、というふうに伝えてくれてます。はい、このように出ておりました。以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。何回か見ていただけますと、その時に必要なまた違ったメッセージが受け取れますので、よかったら何回かご覧になってみてください。それから、この動画が良かった、役に立ったという方は、高評価ボタンをぜひよろしくお願いいたします。それでは、素敵な11月をお過ごしくださいますように。ありがとうございました。